今日は名画を描いてみようっていうことで、身近にあるものに、モネやゴッホの絵を描いていきたいなと思います。皆さんもお好きな画家さんいらっしゃると思うんですけど、なんかそういう画家さんの絵が身近なものにあったらすごく癒されるかなっていうのと、こういう無印とかの何もない袋とかにもちょっと絵が入ってたらすごくおしゃれになるかなと思って、今日は描いていきたいなと思います。あとノートにも描いていきたいと思います。で、使っていくのはいつも絵日記の Vlog で使ってるこのオイルパステル、私もできれば上手に描きたいなっていうのはあるんですけど、楽しんで描くのが一番いいのかなと思うので、今回は画家さんの絵と全くそっくりそのままっていうわけではなくて、ざっくりその画家さんの絵の特徴を捉えて、タッチは自分のタッチで楽しんで描けたらいいなと思います。はい、では、見ていきたいと思います。ちょっと画像を見ながら描いていきたいなと思います。まずちょっと今モネの絵を見てるんですけど、これもいいかな、これもいいですね。でちょっと分かりやすく描くためにグリッド線を入れようと思います。ちょっとこの線があることによってのマスの中にどれがあるかが分かるようになって描きやすくなるかなと思うので、ちょっとこの動画を見ながら一緒に描けるように、ちょっとこのグリッド線入りの画像は画面の左下ぐらいに入れておこうと思います。ちょっと練習で画用紙に一回描いてみて、でその後袋とかノートに描いていこうと思います。こういうマスキングテープを貼って、でその中に描いていこうと思います。粘着がありすぎる場合は洋服とかにこうつけて粘着をちょっと弱めてから貼ってもいいかもしれないです。ではちょっと貼ります。ちょっと見えづらいんですけど、今薄くグリッド線を入れた状態です。濃い色の上に薄い色っていうのがちょっとあんまり綺麗に出づらいので、薄い色の葉っぱとかお花を描いて、その後に濃い色の湖の部分を描いていこうかなと思います。でいろいろ重ねてたら色が混ざってくるので、塗る前とかはちょっとティッシュで拭いてあげるといいと思います。でオイルパステル白を入れると結構ブレンディングになるというか、色がグラデーションしやすくなると思います。で、葉っぱとお花のところはだいたい描けたかなと思うので、青とか濃いめの青も入れて描こうと思います。で後でオイルパステル広い面積の部分はぼかしていくので、ほんと描くときはこんな感じでざっとで大丈夫だと。でちょっとここら辺は緑色が混ざったような青なので、ちょっと緑色も入れます。この辺は白っぽい感じも混ざってるので、白ものせていきます。ここら辺でぼかしも入れてみます。
とかにも描いていこうと思います。いいですね。包丁切れ味が悪すぎてちょっとすごい大きいんですけど、朝から何も食べてない突然カレーを作り出してます。次はこのモネの絵を描こうと思います。足の色は青の影と黄色の光と水面の緑が橋に映ってる感じだったので、橋はこんな感じでいこうかなと思います。だいたいグリッド線が下から2本目境界線になるので、ちょっとそのあたりをちょっと柳を描きながらで、水面は本当にたくさんの色が入ってて、真っ赤色から入れていきます。多少違っても後から上から重ねられるし、オイルパステルはオイルパステルに限らずちょっとしたそういう歪みとかそういうのも全部味になると私は思ってます。あとは本当にモネの絵って点描がすごく綺麗で、なのでこんな感じでポンポン点描を描くように描いていくとちょっとそれっぽくなるんじゃないかなと思います。と色がこの色じゃないなって思う時ってきっとあると思うんですけど、私が持ってるのは40色ぐらいなんですけど、100色とかたくさん色が入ってるのもあるんですけど、全部揃えなくてもなんかいろんな色を混ぜてその出した色に近づければいいんじゃないかなって思ってます。今も水色の色が結構濃い色だったので、白とブレンドしていい感じの水色にちょっとしてみました。上にある柳が下に映ってる感じなので、ちょっとここは縦に描きます。穴を描いておこうと思います。完成しました。マスキングテープを剥がそうと思います。マスキングテープの粘着が強すぎて紙が破れちゃうんですよね。服にペトってするべきだったかも。ここがちょっとね、ここが剥がれちゃったけど、でも茶色だからあんま分かんないかな。マスキングテープ破れてしまった。でも分かんないかな、こう分かんないかな。見えるかな。こんな感じで描けました。普通のソフトパステル用なんですけど、なんかオイルパステル用の定着剤も本当はあって、あとオイルパステルの光沢がなくなるらしいです。ちょっとマットな感じになるらしいです、そのオイルパステル用の定着剤を使うと。なのでちょっと弱いかもしれないんですけど、今ちょっとこれしかないのでこれで描けます。